I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Searching for glory. I took out a notepad and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. When you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. 西日本を縦走する中央構造線の南側に連なる西南日本外帯山地。そこに見られる山岳集落天坂の村の中で、最も西に位置する九州山地を歩いています。今回は九州山地西部、熊本県八代市泉町の五箇野庄と呼ばれる地域を訪ねます。真っ赤だ。宮崎県の椎葉村から椎葉越という峠を越えて熊本県の五箇野庄に入りました。球磨川水系最大の支流である川辺川の上流域を占める地域は五箇野庄と呼ばれていました。八代市泉町、昔の泉村ですね。そこの一部を占めていまして、椎原、三田尾、もみぎ、萩、呉子という5つの集落の総称を言います。五箇野庄は九州の秘境と言われる九州山地の中でも最も山深い閉ざされた地域でしたが、
昭和戦後の秘境ブームっていうのがありまして、そこで注目されるようになりますと、村に伝わる平家の落人伝説っていうのを訪ねて、観光客も足を踏み入れるようになりました。久津国史によると、平安時代に藤原氏によって、太宰府に流された菅原道真、その子孫と伝えられる象酒が、藤原の追悼を避けてこの地に入って、仁田尾と籾木に隠れ住み、また壇ノ浦の戦いで敗れた平清常の孫3人も、この地に逃れてきまして、今度は尾形省を名乗り、それぞれが呉子、椎原、萩に隠れ住んだのが始まりとされています。まあ、できすぎた話、信憑性の非常に薄い伝説であると思いますが、住んでいる人々が自ら、なぜこのような山奥に先祖が住むようになったんだろうか、と問い続けてきた結果、生まれたものであると考えられます。籾木集落は五鹿野省の最陽部にありまして、川辺川右岸の中腹、緩斜面上に形成されています。五鹿野省の集落はまさに落人が隠れ住んだかのように家々が点在している印象が強いように思います。しかしこの籾木では、椎葉村と同じように展開度の高いまとまった集落が見られます。川辺川の最上流部にある籾木から谷を下って支流の谷内川の谷底にある萩下屋敷集落へ移動します。萩は伝説でいうところの平清常の孫3人のうちの1人が住み着いたことに始まる村です。この家はその尾形家があった場所です。現在この家は民宿桜荘になっていまして、食堂は築100年を超える古民家を移築したものだそうです。実は今回の旅の熊本県側の拠点として、宿泊しましたが、創作料理がとても美味しい宿でした。ここにもう一つ伝説があります。歌舞伎の演目にも登場する下総の国、桜にて農民の神様と言われた桜宗吾の生まれた家がこの萩の尾形家だそうです。敷地の隣にある祠には桜宗吾が祀られていました。萩地区の奥、梅の木戸殿の滝へ向かう際に渡るこの橋は長さ116メートル、高さ55メートルの日本最長級の PC 吊り小板橋です。川辺川の上流域を占める五鹿野省、その中心集落が左岸の緩斜面上に形成された椎原地区です。この古民家は平家の子孫と言われる尾形家を名乗った3人のうちの1人が椎原地区に隠れ住んだ場所に建っていて、この建物は300年ほど前に建造されたものと言われています。現在熊本県の指定文化財として当初に復元し保存され一般公開されています。私が最初に五鹿野市を訪れたのが1983年でしたが、その時は実は民宿をされてまして、この中に寝泊まりしたことを覚えています。椎原の街並みです。中心集落らしく、国道沿いに商店やガソリンスタンド、郵便局が並んでいます。
山岳集落地帯の中の町場といった雰囲気の場所はいずれもこのように同じような感じがしますが、シーバルはとても小さな町場でした。ちなみにここから最も近い買い物ができる町となりますと、南へ川辺川を車で30分ほど下った五木村の湯治か、北へ峠を越えて1時間ほど走る三郷町の友地となります。国道沿いにお土産屋さんのような建物がありました。もちろん営業はされてませんが、昭和秘境ブームの名残を感じます。シーバルから川辺川の支流小原川を遡り、仁田尾小原地区の象酒住宅を訪ねます。そして、五鹿野省で最も南にある支流呉子川の南岸に形成された呉子集落を歩きます。仁田尾の象酒住宅です。仁田尾は平家の落人の方ではなく、藤原氏に追われた菅原道真の子孫と伝えられる象酒が発祥の村です。この古民家は200年前に建造されたものだそうで、寄せ棟のかやぶき屋根に復元されていました。五鹿野省の古民家の形態は寄せ棟のかやぶき屋根ですが、鉄板で覆われたものも含めて寄せ棟屋根で残っている家は現在では数えるほどしかありません。尾形家も象座家も山奥にしては立派な屋敷構えであり、家の大きさだと思います。そして山岳集落でよく見られる一列平面型でもありませんでした。五鹿野省最後は呉子です。1300メートルから1500メートル級の山々に囲まれた谷間の集落、古代踊りや呉子鳥が生息する場所です。集落の中に呉子古代の里という新しい施設がありますが、訪れた時はパンデミックの影響もあったのでしょうか、使われている形跡がなく、土砂を運ぶダンプの拠点のような使われ方をしていました。古代の里から谷の上流方向へ県道を歩いていきます。かつては商店だったような建物の廃屋が街道沿いに見られます。五鹿野省の5つの集落を歩いてきました。そもそも標高が高い場所にあるんですが、もみぎ地区以外はですね、天坂の村と呼べるものはありませんでした。しかし五木村の一部や泉町の中でも柿迫地区の方に行きますと、斜面中腹に形成された天坂の村を見ることができますので、次回ご案内することにいたします。そしてそこは関東山地から南アルプス、紀伊山地、四国山地、そして九州山地と西に向かって縦走してきました天坂の村を歩く旅の終点となります。それでは五鹿野省呉子の秋の空撮でお別れします。But it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly. 'Cause I've been running circles, trying to
got nothing left.